今回の深掘りへあなたを歓迎します。ここではですね、いつものように膨大な資料とか最新の研究論文の山の中から最も重要で価値の塊だけを抽出してお届けします。はい。あなたの貴重な時間を尊重しつつ、驚きとほんの少しのユーモアを交えて解説していきますよ。よろしくお願いします。さて、今回のテーマなんですが、私たちが毎日当たり前のように使っている大規模言語モデル、いわゆる LLM の内部で、密かに起きているある奇妙な現象について解き明かしていきたいと思います。はい。今回私たちが潜り込む情報源はですね、2026年3月無軸にニューヨーク大学のシャングウェンさん、アルフレード・カンジアに、ヤン・ルカン、ジアチェン・チューラによって発表されたばかりの最新プレプリント論文になります。ほう。タイトルが The Spike, The Sparse and the Sync Anatomy of Massive Activations and Attention Sinks というものです。なかなか長くて専門的ですね。ただ内容としては、ラマとかクエンといった現在最先端とされる AI モデルの内部構造を解剖した非常にスリリングなものになっています。この論文が挑んでいるミッション、本当に興味深いんですよね。AI モデルの内部では、巨大な活性化、つまりスパイクと呼ばれる現象と、はい、スパイクですね。それからアテンションシンク、沈み込みと呼ばれる2つの現象が常にセットで発生していることが知られていました。そうなんです。これまではきっと同じ原因で起きている切っても切れない一つの現象なんだろうって世界中の研究者が思い込んでいたんですよね。まさにそこがポイントでして。なんですけど、実はそうではないということをこの論文は解明したんです。よし、これを紐解いていきましょうか。はい、行きましょう。この発見が最終的にあなたがスマホで超高機能な AI をサクサク動かせるようになる未来にどう直結するのか、そこへ向かう探求の旅に出発です。まずはですね、この双子の奇妙な現象であるスパイクとシンクが一体何なのか、その正体をはっきりさせておきましょうか。そうですね。まず一つ目のスパイクですが、ええ、これは AI の中間層にある特定の少数のチャンネルでごく一部のトークン、単語の切れ端のようなものが通常の何千倍にもなる異常な数値を突然叩き出す現象ですよね。はい、その通りです。なんというか、いきなりメーターが壊れたかのようにバーンと振り切ってしまうイメージですかね。まさにそんな感じです。そして2つ目のシンクですが、はい、シンク。これは文脈的に全く関係がないのに、モデルが最初のトークンや開業などの区切り文字に対して不釣り合いなほど大量の注意力を向けてしまう現象です。アテンションを向けてしまうと。全く意味のない最初の単語に AI がものすごく注目してしまうということですね。でもどうして世界中の頭が集まる AI 研究の分野でこれまでこの2つの現象が同じものだって誤解されていたんでしょうか。ここで非常に興味深いのはですね、はい。これら2つの異常な現象が事前正規かプレノーム構造を持つ現代のトランスフォーマーモデルにおいて必ず同時に発生するという事実なんです。同時に起きる。どちらも同じ最初のトークンなどの特定の場所で起きます。しかも常にセットで現れるため、機能的に不可分なものだと思われていたんです。なるほど。スパイクがあるからシンクとして機能しているんだと誤解されていたわけです。常に一緒にいるから双子だと思われていたけど、実は赤の他人だったと。そういうことです。実際にはそれぞれが全く異なる役割と発生メカニズムを持っていたんです。ではそのメカニズムを解剖していきましょうか。まずはスパイクのライフサイクルからです。はい。論文を読むと、このスパイクはまるで物語のように上昇、平坦、下降という劇的な一生をたどるんですよね。まさに。初期の層で突然ドカンと発生して、そのまま中間の層をずっと居座り続け、最後の最後でパッと消える。これ一体内部で何が起きているんですか？内部構造を覗いてみましょう。初期の層にあるステップアップブロックと呼ばれる部分が、この劇的な数値の上昇を生み出しています。ステップアップブロック。はい。具体的には、スイグルーという活性化関数を用いたフィードフォワードネットワークがある種の方向性のある二次増幅器として機能しているんです。ちょっと待ってください。方向性のある二次増幅器。言葉が少し手強いですね。これって日常的なものに例えると、マイクとスピーカーを近づけすぎた時にキーンとなるハウリングのようなイメージでしょうか。特定の音域だけが爆発的に増幅されてしまうような。そのイメージは非常に近いですね。よかった。入力されるデータが
その増幅器の特定のベクトル方向にピタリと揃ってしまうと、スイッチが入ったように信じられないほどの極端な数値を生成してしまうんです。つまりこれは結局どういう意味なんでしょうか？はい。なぜ特定の単語、特に最初のトークンばかりがその強力な増幅器の引き金を引いてしまうんですか？最初のトークンというのはですね、定義上、過去の文脈を一切持っていませんよね。一番最初にあるわけですから、前に参照するべき単語がないですもんね。ええ、白紙の状態から始まります。そのため、アテンションの計算が非常にシンプルな線形変換になってしまうんです。線形変換。はい。複雑な文脈の絡み合いがないため、出力されるベクトルが毎回同じようなまっすぐな軌道を描いてしまいます。なるほど。そして、先ほど言った増幅器のトリガーとなる方向に完璧に一致してしまうんです。過去のしがらみがないからこそ、毎回同じ軌道に乗ってしまって、増幅器のスイッチをバチッと押してしまうんですね。その通りです。しかも論文のデータを見て驚いたんですが、辞書にある語彙の 98% 以上が10、つまり文章の先頭に置かれるだけでスパイクの引き金になるそうですね。ええ。意味は全く関係ありません。関係ないんですか？はい。そこが先頭だからという物理的な位置の理由だけで増幅器のスイッチを押してしまうんです。なんてことだ。リンゴでも走るでもそしてでも先頭にあるだけでメーターが振り切れるんですね。そうなりますね。じゃあその爆発した異常な数値はどうなるんですか？この何千倍にも膨れ上がった巨大な数値は残差接続というデータのメインストリートに乗ってそのままモデルの奥深くまで。はい、運ばれていきます。そして最終出力の直前にあるステップダウンブロックによって逆向きの力がかかって打ち消されるまでずっとモデルの中に居座り続けるんです。それがスパイクの正体なんですね。ええ。さてここからが本当に面白いところなんですけど、その巨大な数値をどうにかするために AI は次のステップへ進みますよね。はい。スパイクで数値が異常に跳ね上がっているのは分かりました。それがどうやって無関係な遠くに注意を向けるシンクという全く別の現象につながるんですか？そこをつなぐ架け橋が正規化プロセスである RMS ノーム。RMS ノーム。はい。二乗平均平方根正規化ですね。これの本来の役割は各層の計算が暴走しないように数値を一定の安定した範囲に押し込むことです。暴走した数値を無理やり箱に押し込めようとするんですね。その通りです。何千倍にも膨れ上がって異常なスパイク数値がこの RMS ノームに入ると、極端な外れ値が全体の基準を異常に引き上げてしまいます。基準が上がってしまうと。ええ。その結果、同じトークンがなるほかの正常なチャンネルの数値は相対的にゼロに近づき書き消されてしまうんです。ちょっと待ってください。今の話、頭の中で整理させてください。はい、どうぞ。つまり、こういうことですか。いろんな食材、例えばトマトとか牛肉とか靴とか、靴は食材じゃないですけど、とにかくいろんなトークンを持ってきたとして、AI がそれを超高温のオーブン、つまり RMS ノームに入れてしまう。はい。すると、スパイクという異常な熱量のせいで、出てきたものはどれも同じ。真っ黒な巣の塊になってしまう。元の食材が何だったのかもう誰にもわからない。面白い表現ですね。しかも AI にとってその巣の塊はもはや読む価値のないものとして認識されるんです。読む価値がない。ええ。元の意味を完全に失い、数学的に言えばほぼ一定の巣のベクトルへと圧縮されてしまいます。これがスパイクの終着点なんですね。すべてが同じ巣の塊になってしまうと。ええ。では、これを全体像と結びつけて考えてみると、はい。AI モデルはこの意味を失った巣の塊をどう扱うのでしょうか。モデルの中にはシンクヘッドと呼ばれる主に近距離の単語同士の依存関係を捉える役割を持った部分があります。例えば赤いリンゴみたいにすぐ隣の単語との関係を見るような役割ですよね。そうです。でも彼らは常に近距離の文脈を見る必要があるわけではありません。そうですよね。今は特に遠くの文脈も近くの文脈も見る必要がないなという時、彼らはこの余った注意力をどこに向けようかと行き場を失うわけです。なるほど。注意力のやり場に困ってしまうと。現在の AI モデルには今はどこにも注意を払わなくていいよという条件付きのオンオフスイッチ、つまりルーティング機能が備わっていません。スイッチがない。はい。そこで彼らは全てが同じ形にコロコゲになった無個性化された先頭トークンを見つけます。なるほど。ここは意味がないからいくら注意力を捨てても計算結果に悪影響が出ないぞと気づくわけです。つまり安全地帯として利用するんですね。それって完全に要するに AI のゴミ箱じゃないですか。まさにその通りです。
アテンションシンクとは、設計者が最初から意図して作った機能ではありません。違うんですね。スイッチを持たないモデルが自分自身で編み出した学習上の回避策、つまり余ったアテンションを捨てるためのゴミ箱として戦闘トークンを使っているに過ぎないんです。いやー。リスナーのあなたはどう感じますか？まるで魔法のように高度に見える AI が、その内部では実はこんな泥臭いハックを使って動いているという事実が。本当に人間臭いというか、裏技を使ってテストを乗り切っている学生みたいで面白いですよね。最初から完璧な構造を与えられなかったから、自分でこっそりゴミ箱を作ってやり過ごしていたなんて。ええ。そしてこの事実を証明するために、論文の後半では非常に重要な実験が行われています。アブレーション、つまり切り離し実験と呼ばれるものです。ここがクライマックスですね。大興奮の実験結果です。実はこの双子の現象、完全に切り離せるんですよね。はい。この実験結果は AI の効率化において極めて重要な意味を持ちます。まず、正規化の手法を変えてみました。オーブンを変えたわけですね。サンドイッチ正規化やダイナミックタンジェント H といった別の手法を使うと、極端な異常値が出るのを防ぐことができます。するとどうなったんですか？スパイクは完全に消滅しました。つまりメーターが振り切れる現象は抑え込めたと。じゃあシンク、つまりゴミ箱も消えたんですか？そこが驚くべきところです。スパイクが消えても、モデルは別の方法を見つけて、依然としてシンクを維持したんです。スパイクがなくてもゴミ箱は生き残った。モデルはどうしてもゴミ箱が欲しかったんですね。そうなんです。モデルにとって注意力を捨てる場所は絶対に必要だった。なるほど。では、どうすればシンクを消せるのか。今度は逆に、モデルに現在の表現に応じた条件付きゲートを追加して、明確なオフスイッチを与えてみました。今は休んでいいよというスイッチですね。ね。すると今度はゴミ箱を使う必要がなくなったため、シンクが完全に消滅したんです。鮮やかですね。さらに、短い文章を含めず、2048から6144トークンという長い文章だけで学習させると、近距離にフォーカスする必要性自体が減るため、シンクは劇的に減少しました。これってリスナーのあなたにとってどういう意味があるのか、なぜあなたがこのマニアックな内部構造を気にする必要があるのかですよね。はい。先ほど私はスマホで AI がサクサク動く未来に直結すると言いました。スパイクのような異常値の存在は AI の量子化における最大の敵なんです。量子化、つまりモデルの軽量化ですね。ええ。モデルをスマホやスマートウォッチのような小さなデバイスに載せるためには、データの精度を落として圧縮する必要があります。地図の縮尺を変えるようなものです。はい。しかし、データの中に何千倍というバカでかい外れ値、スパイクがあると、それを基準に全体を圧縮しなければならないため、他の正常なデータが全て潰れてしまい、モデルの言語能力が壊滅してしまうんです。富士山の高さを基準に地図を作ったら街の建物が全部平らに見えてしまうようなものですよね。非常にわかりやすい例えですね。これまではスパイクを無理やり消すと一緒にシンク、つまりゴミ箱も消えてしまい AI が文章を理解できなくなるんじゃないかって恐れられていました。双子だと思われていたからですもんね。しかし、この論文がモデルの正論を落とさずにスパイクだけを消せると証明しました。いやーすごい。これはより高速でメモリを食わず、あなたの手元のデバイスでサクサク動く次世代の軽量 AI を作るためのとてつもなく大きなブレイクスルーになります。本当にエキサイティングです。今回の深掘りの総括として言えるのは、スパイクという巨大な数値の暴走とシンクという戦闘トークンへの異常な執着は決して AI の言語理解に不可欠な機能ではなかったということです。これらは単に現在のトランスフォーマーが採用しているプレノーム構造が生み出した偶然の産物、アーティファクトに過ぎなかった。アーキテクチャの副作用だったわけですね。それを独立して制御できると分かったことは AI の進化において確かな一歩ですね。偶然の産物がこれほどの長期間世界中の研究者を悩ませていたなんて科学の歴史の面白さを感じますね。同時にこれは重要な問題を提起しています。はい、何でしょうか。今回 AI がオフスイッチを持たされていないがゆえに自ら戦闘トークンをゴミ箱にするという奇妙なハックを編み出していたことが分かりました。では私たちがまだ気づいていないだけで現在の AI モデルは人間が適切な建築構造、アーキテクチャを与えなかったせいで他にもどれほど奇妙で非効率な秘密の癖を隠し持っているのでしょうか。確かにそれは恐ろしくもあり興味深くもありますね。次にあなたが AI から完璧で流暢な回答を受け取ったとき、その裏で AI が必死にどんな見えないゴミ箱を使っているのか少し想像してみてください。考えさせられますね。
見えないところで必死に帳尻を合わせている AI、なんだか少し愛おしくなってきました。完璧に見えるテクノロジーも中身を開ければ泥臭い工夫の連続なんですね。本当にそうですね。今回の深掘りはここまでです。一緒にこのマニアックでスリリングな世界に飛び込んでくれてありがとうございました。ありがとうございました。これからも身の回りのテクノロジーの裏側にあるなぜに好奇心を持ち続けてくださいね。それではまた次回のセッションでお会いしましょう。